皆さんこんにちは、上野木隆一です。今回はシティーズスカイラインに命を懸ける配信者がこのゲームを快適に遊ぶために新しいパソコンを試作したので、その実力を検証していきます。最初にこの動画の結論をお伝えすると、シティーズ1の方はロード時間やフレームレートが大幅改善、2は安定性は向上したが、シミュレーション速度の向上は期待以下でした。この動画では、シティーズスカイライン最強パソコン制作の模様と、実際に動かしてみた感想、検証結果をお送りしていきます。気になるパーツ帯の総額も最後に発表しますので、ぜひ楽しんでみてくださいね。パソコン新調の目的。新調の目的は、ズバリ配信用です。私はシティーズスカイラインの配信を5年間続けています。毎週土曜日に3時間ほど、水木市という街を作り続けてきました。配信回数は200回を超えており、街並みも非常に細かく作り込まれています。つまりそれだけ、重いということです。特にこの数ヶ月は、起動に15分近くかかることもあり、起動後も不安定な状態、配信中のクラッシュで視聴者にご迷惑をおかけしたこともありました。でも、やはりパソコンのスペック不足が際立ってきました。特に、Core i7 の11700では CPU の力不足感があります。そこで、今後も皆さんに配信や動画を楽しんでもらうためにも、思い切ってパソコンの新調を行うことにしました。テーマは、シティーズスカイライン最強 PC です。パーツ選び。まずは選んだパーツをご紹介します。CPU は AMD の Ryzen7-9800X3D です。このゲームは GPU よりも CPU のボトルネックが先に来るゲームなので、CPU は最強のものにする必要があります。Ryzen の 3DV キャッシュ技術は、PC ゲームに最適化された製造技術です。9800X3D には数多くのメリットがあります。売ってないことと、売ってでも高いこと以外はデメリットがありません。パソコンショップを朝から7店舗はしごして、偶然昼間に一つだけ入荷したものを買いました。マザーボードは、MSI の X670E を選択。870K でも良かったですが高いし、安いものは VRM の品質を懸念。高い CPU にはそれなりのマザボでないと性能を引き出せません。670E の中では、最終的には M2 スロットの数が多い MSI のものを選びました。メモリはクルーシャル DDR5 で 128GB のもの。シティーズ1はメモリを 90GB 以上使うこともあるのでこの容量が安心です。冷静に考えると、PC ゲームがメモリ 90GB 使うって意味不明ですよね。なお、AMD だと4枚差しする場合メモリ速度が落ちますので、高速なメモリを買ってもあまり意味はありません。SSD は M2 でサムスンの990 Pro シリーズをセレクト。マザーボードと直結で秒速 7GB という速度でデータを転送します。一昔前のメモリよりも高速で読み書きできるんですね。時代の進化ってすごい。クーラーは空冷にする気満々でしたが、最終的には簡易水冷を選びました。ビッグクールの LS720S です。某ゲーム系 YouTuber によると、シティーズ2のプレイにおいては、空冷よりも水冷の方がフレームレートが 30% 高いという結果が出たらしく、それは聞き捨てならないですよね。電源は、スーパーフラワーのリーデックス、80プラスゴールドの 850W タイプを選びました。スーパーフラワーは先代の PC でも使っていましたが、静かで安定しています。ケースは、フラクタルデザイン。ノース XL、見た目がおしゃれで引っ越し後のインテリアにも合いそうです。自作パソコンのメリットはケースを自由に選べることです。フロントパネルの格子が非常にスタイリッシュで気に入っています。では、パパッと組み立てです。フラクタルデザインのケースは初めてですが、ちょっとネジが硬いですね。そして存在感を主張するグラフィックボード。15年前くらいの自分に、将来のグラボはティッシュ箱くらいでかってスロット使うよと言っても信じなかったでしょうね。ティッシュ箱を刺す前に最小構成で動作確認します。緊張の起動ですね。電源を入れると大抵がエラーが出て起動しないのですが、起動しましたね。よかったよかった。では、次は感動のシティーズスカイライン動作現象です。動作現象、激務すぎる仕事の合間、仕事以上に面倒な移行作業を終えてから、シティーズスカイラインの動作を検証していきます。まずはシティーズスカイライン1から、こちらが、パソコン更新前の動作風景、随所でとにかくカクついていて、パソコンが無理しているのがよくわかります。これだけ細かく作り込んだ重たい街を、5年も作り続けるなんて、ゲームの開発者も配信者の私も想像できないですからね。そしてこちらが、更新後の動作風景。なんということでしょう。あれだけ重たくて絶望していた水木市が、スムーズに動いています。これには住民も市長もにっこり、左右で比較すると、違いが分かりやすいかもしれないですね。とはいえ、他のゲームと比較すると重たいのは否めません。明確に差が出たのは、ロード時間です。旧パソコンは、12分ほどかかっていたものが、新パソコンでは、7分くらいまで、5分短縮、使用モッドは同じ。読み出し用の SSD もそのまま流用しているので、システムの SSD が高速化されたことと、パソコンの総合的な速度が上がったことが理由でしょう。フレームレートは低いところで3程度だったものが、おおむね8から10程度に改善。数字では言いづらいですが、
ところどころでガクッとする不安定な感じが減ったのがありがたいですね。3倍速シミュレーションでのゲーム内時間経過速度も旧パソコンより格段に速くなりました。 CPU の負荷は 30% 程度とかなり低め、温度も50度台をキープしており動作音もほとんどありませんでした。問題は2の方です。1年前に配信した自慢ブルフの街で結束を行います。上の録画は配信時のもので少し画面を動かしているのはご容赦ください。下の録画は最新のものでゲームも1年ほど新しいです。結果前の PC よりも新しい PC の方が 10% ほど早くシミュレーションを進めることができました。人口0人の街でのシミュレーション速度と比較するとおよそ 92% 程度ということになるので、人口10万人でもまあまあのシミュレーション速度を維持していると言えます。では人口が15万人以上だとどうでしょうか。人口17万の町白谷屋でシミュレーション速度をテストしてみます。プレイしてる時点で明らかに遅くなっていることに気づきますが、結果は悲惨で1分待ってもゲーム内で18分しか経過しませんでした。このことからハイスペック PC なら10万都市程度までは快適にプレイできるものの、15万を超えるとほぼ倍速シミュレーションは不可能であることがわかります。発売から1年以上経っておりゲームエンジンも最適化が進んでいるべきですが、シミュレーションは1年経っても相変わらず激重なことがわかります。市民一人一人までのシミュレーションはユーザーが本当に必要としていたものなのでしょうか。一方でフレームレートは明らかに向上しています。まずはフレームレートの比較をどうぞ。比較すると新しい PC の方がフレームレートの上昇と安定が見られることがわかります。数値での比較は難しいものの17万としても30近い FPS を維持できるのは素直にすごいです。ジオラマ作りを行う場合にはシミュレーション速度はそこまで影響しないとも言えるので、シビアな環境でもフレームレートがしっかり維持できることは朗報と言えそうです。 CPU 負荷は人口10万でも 100%、 計算リソースがあるだけ使うという感じでしょうね。 CPU 温度は室温25度で60度台をキープしておりほぼ安全と言えそうです。ライゼンの温度上限は95度くらいなので水冷がかなりよく効いていることが分かりました。本日のまとめということで今回の PC 新調の結果のまとめです。シティーズスカイライン1はロード時間の大幅短縮とフレームレートの安定が達成できました。2においてはフレームレートの安定という点では恩恵があったもののシミュレーション速度は 10% 程度の差しかなく劇的な変化ではありませんでした。他のゲームではほぼ無敵と言われる 9800X3D でさえ10万都市から先が苦労するということは、ほとんどの人は20万都市以上の開発は厳しいということになります。開発元には今後の改善を期待します。ただジオラマプレイで10万都市を作るのには数年かかるはずなので、それまでに新しい PC が組めるという考えもありますね。とはいえ PC の新調により水木氏はまだ継続できる見込みが立ちました。最後は気になる PC のお値段のご紹介です。まず今回購入したパーツの価格の合計は24万7458円でした。後から注文した Windows 11ホームと合わせるとだいたい26万円くらいになります。グラフィックボードを合わせると40万円コースと考えるといいお値段ですね。配信用 PC は業務用機材ですと言い訳しておきましょう。水木氏配信はこれからも使命感を持ちつつ楽しく続けていきますので皆様どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルではこれからも配信でシティーズスカイラインをプレイしていくほか街づくりに関する様々な情報をお届けしていく予定です。この動画が気に入った方はぜひ高評価やチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。